ただく青柳と今日です。富士見中学校高等学校は創設1940年、生徒数が約1400名の東京都練馬区にある女子校です。皆さんは東京都の中にある練馬区を知っていますか？東京と聞くと高層ビルが立ち並ぶ風景をイメージする方も多いかもしれませんが、東京都練馬区では東京都23区の中で約4割もの農地面積を持つ農業がとっても盛んな地域なんです。代表的な作物としては練馬大根、トマト、小松菜などが挙げられます。私たちの学校はこの練馬区にあります。ここから私たちの日々の活動について紹介させてください。中学1年生ではなんと身近な食生活を学ぶために米を育てます。中学2年生では練馬区の問題に対してフィールドワークを行い、地域との関わりを実感しました。また高校1年生では SDGs について調べ、地域や企業にチームで積極的にインタビューをし、課題解決に取り組みました。高校2年生、3年生では自分の興味関心事に対して主体的に追求、深掘りしていきます。このように6年間を通して調べ、学びを深め、積極的に地元の地域や企業と連携をとっているこの学習こそが富士見の強みだと私たちは思っています。次に万博での発表の3つの分野を説明します。まず1つ目は学術探究です。実際にセーラーズ・フォード・シーさんにお伺いするなど、学術的側面からブルーシーフードや認証制度について学びを深めました。2つ目は課題探究です。これは地域の方と連携を取り、ブルーシーフードに関わる事柄を社会的に学んでいきました。3つ目は実践探究です。ブルーシーフードを使用した献立を生徒たちで考え制作しました。次にそれぞれの分野別のタイトルを紹介します。学術探究では2つのチームが発表します。海洋保全とブルーシーフード、持続可能な漁業と認証制度です。これと同じ内容を英語でも発表します。タイトルは Marine Conservation and Blue Seafood と Sustainable Fisheries and Certification Systems です。課題探究では4つのチームが発表します。タイトルはおいしい未来を生きるために東京都のブルーシーフードへの取り組み、未利用魚の活用、持続可能なレストラン選び、魚を食べるその一皿が未来を変えるです。実践探究では2つのチームが発表します。ブルーシーフードを利用したメニューは残暑を筋肉で吹っ飛ばセットと海鮮たっぷり洋風ディナー、艶髪艶肌でスキピのハートを射止めたいです。これらの2つのレシピはレシピが見える QR コードの紙を用意しているので、ぜひお持ち帰りください。発表プログラムはこのような流れとなっております。まずはじめに海洋問題の現状と持続可能な水産資源であるブルーシーフードについて発表してくれます。タイトルは海洋保全とブルーシーフードです。チームの皆さん、発表お願いします。皆さんこんにちは。富士見高等学校から来ました高校2年の桜井、山本、高島です。私たちは海洋保全とブルーシーフードについて探究を行いました。私たちがこの海洋保全とブルーシーフードというテーマに興味を持つようになったきっかけはこの万博にありました。最初はそのイベントを通して世界中の環境問題や持続可能な取り組みが
どのように行われているのかを知る機会があり、そこからブルーシーフードというテーマに出会いました。正直チームのメンバー全員がこの言葉自体を知らなかったのです。そこからブルーシーフードについての認知度がどれだけ低いのかを改めて認識しました。そしてこの情報を広め、もっと多くの人々がブルーシーフードに注目し、ブルーシーフードを積極的に選ぶようになることで、少しでも海洋保全に貢献できるのではないかと考えました。今回はこの場をお借りして、私たちのこれまでの調査をお伝えしたいと思います。皆さんはブルーシーフードについてご存知ですか？おそらくほとんどの方が初耳ではないかと思います。ブルーシーフードとは、資源量が豊富で生態系を守りつつ、管理体制の整った漁業で取られた持続可能な水産物のことです。これらを積極的に選ぶことで、枯渇した水産資源の回復を目指すことができます。どの魚介類がブルーシーフードかは、このブルーシーフードガイドで確認することができます。このガイドは持続可能な水産物のみを紹介し、消費者が楽しみながら選択できるよう情報を提供しています。ブルーシーフードガイドは MSC 認証や ASC 認証などの基準に基づいて評価され、これらの認証は持続可能な漁業や養殖を証明します。例えば北海道のホタテは MSC 認証を取得しており、私たちの身近でも利用されています。しかし認証の取得には高額な費用と厳しい基準があり、導入していない漁業者も多いのが現状です。消費者が認証を受けた製品を選ぶことで、違法漁業を排除し、持続可能な水産物の流通を支援します。また、これらの水産物は資源の安定性と生態系への配慮があり、過剰漁獲を防ぎながら海洋生物多様性を守ることができます。一方、現状としては認証を取得している水産物の流通量が依然として少ないです。また、認証製品はその品質管理の厳しさゆえに、一般的な魚介類に比べ価格が高く設定される傾向があります。流通量が限られているため、消費者が簡単に手に入れられる機会も少なく、結果としてブルーシーフードの認知度や市場浸透率は低いのが現状です。次に海洋保全に関する問題です。海洋保全にはさまざまな深刻な問題が存在しており、プラスチックごみによる海洋汚染や気候変動がその代表例です。しかしこれらの問題に加え、もう一つ重要な課題として IUU 漁業があります。 IUU 漁業とは違法、無報告、無規制など国際法や国内法に反した漁業活動のことです。 IUU 漁業の被害例としては、乾燥ナマコやウナギの密輸入などが挙げられます。また、水産庁の報告によると、毎年1400件を超える違法漁業が検挙されています。そして、補助金の悪用による過剰漁獲も国際的な問題となっています。国連によると、日本の水産資源の状況は世界平均よりもさらに悪く、日本の水産庁は2020年に評価された資源のうち 23% のみが持続可能性の高い水準にあり、53% は低い水準にあると報告しました。また、日本の資源量は1996年から約20年間回復していません。このような問題の原因の一つである IUU 漁業について、各国は法律や監視システムの整備を行っています。また、国単位の取り組みのほかにも、民間のさまざまな企業もこれらの問題に対して取り組んでおり、
今回はその中でもセーラーズ・フォー・ザ・シーという NGO 団体と協力してブルーシーフードについて考えてきました。セーラーズ・フォー・ザ・シーは米国で2004年にロックフェラー家当主であるデイビッド・ロックフェラー・ジュニアによって設立された海洋環境の改善を目的とした NGO 団体です。日本支局は2011年に発足しました。2013年から日本の一般社団法人として独立運営の形をとり、世界最大の海洋環境 NGO であるオセアナとアフィリエイト契約を結んでいます。活動は主にこちらの3つになります。1つ目はブルーシーフードガイドの審査を中心とした水産資源の持続可能な消費の啓発。2つ目はクリーンレガッタプログラムの運営による海洋スポーツの環境保全基準値設定とプラスチックごみの削減。3つ目はケルププログラムによる子どもたちの海洋教育。この3つのプログラムを基軸にしています。日本では地方自治体やさまざまな企業、大学とのパートナーシップを通し活動範囲を広げています。今回私たちはセーラーズ・フォー・ザ・シーの日本支局に伺い、実際にインターンシップを行いました。今回のインターンシップでは井上さんの講義を受け、イギリスのブルーシーフードガイド作りに参加しました。このガイド作りを通して持続可能なシーフードの選び方やブルーシーフードがもたらす海洋保全への影響についてより深く学びました。まず IUU 漁業に関する被害の深刻さに衝撃を受けました。特にサメやナマコの乱獲が問題になっていることを知り、これらの漁業がどれだけ海洋保全に悪影響を及ぼしているのかを改めて実感しました。次に MSC や ASC の認証基準の厳しさについて触れました。認証を得るには高い基準を満たす必要があり、データ不足がその障壁となっていることが分かりました。それでもブルーシーフードガイドのようにデータ不足の場合でも取り入れやすい仕組みがあればもっと広まってほしいと強く感じました。イギリスのブルーシーフードガイド作りでは実際にデータ収集や評価を行いましたが、データ不足が大きな課題であることを改めて実感しました。そして正確な情報を得るには多くの時間と労力が必要だと分かりました。また私たちが行った作業は全体の数%にもかかわらずとても多くの時間がかかり、持続可能なシーフード選びのためには非常に多くの努力が必要であると感じました。この経験を通してブルーシーフードの普及に向けた取り組みがいかに重要でありかつ難しい課題であるかを実感しました。それでも少しずつでもこの認知度を高め、より多くの人々に選ばれるようになれば海洋保全に大きな貢献ができるのではないかと考えます。さて、ブルーシーフードガイド以外にも持続可能な水産物を選ぶための認証制度は複数存在します。これらの認証も海洋保全のためにとても重要な役割を果たしています。それについては次のグループが紹介してくれますので、ぜひご注目ください。今回の発表ではセーラーズ・フォー・ザ・シー日本支局の皆様にご協力いただきましたことを感謝いたします。ここまでご清聴いただきありがとうございました。皆さん、ブルーシーフードについて学びは深まりましたでしょうか。続いては先ほどの内容に続き、認証制度とその認証制度が取り巻く現状について話してもらいます。タイトルは持続可能な漁業と認証制度です。チームの皆さん、発表お願いします。はい、同じく富士見中学高等学校から参りました高校2年生の町田と大場です。
先ほど世界の漁業と海洋問題についてお話ししましたが、皆さんは日本の漁業問題についてご存知ですか？このグラフをご覧ください。このグラフの青い棒グラフは1993年から2016年までの漁業者の就業者数を、黄色い折れ線グラフは同じく1993年から2016年までの高齢化率の変化について表しています。このグラフからも年々働く人の数が減少し、水産業を担う方々の高齢化が進んでいることがうかがえます。その他にも低賃金、日々の食事の養殖化などによる魚離れなどが挙げられます。これらの問題を解決する一つの方法として認証制度というものがあります。そこで私たちは日本初の水産エコラベル認証であるメル認証について調べてみました。メル認証は国際的なガイドラインに沿っていて、日本の水産業の特徴を反映した仕組みとなっております。イトーヨーカドーや日水ではメル認証のついた水産物を卸し、加工し、販売しています。しかし、このような認証制度があるということはあまり知られていないように感じたため、学内でアンケートを取ってみました。約1500人の方々に答えていただき、メル認証などの水産認証制度について知っている人は全体の約 12.6% で190人ほどでした。また、魚を買うときに認証制度を意識して買っているという人は全体の 12.9% でした。しかし、この 12.9% というのは全体の1500人から見た 12.9% ではなく、先ほどの認証制度について知っている190人のうちの 12.9% ということになりました。認証について質問した人々の全体から見ると、1500人中25人ととても少なくなっています。このことを知って、実際にいくつかのスーパーを見て商品を見てみたところ、メル認証や MSC 認証を受けた商品が認証マークをつけられることなく販売されているのを見つけました。認証の認知度が低いことと、認証を知っていても気にする人が少ないという2つのことから、私たちはこのような仮説を立てました。認証制度に価値があると感じている人が増えれば、認証のついた商品を買う人は増えるです。そこで私たちはスーパーで調査をやってみようと思いました。このようなメル認証について説明したポスターを掲示した前後1週間で売り上げがどのように変化するのか調べてみることにしました。そこでコモディ飯田中村橋店に非常に前向きにご検討していただいたのですが、残念ながら実施することができませんでした。なぜなら、ポスターの掲示をするためにはスーパー側がメル認証と提携をすることが必要だったからです。また、私たちはその他4軒のスーパーにもお願いをしに行きましたが、実施することができませんでした。そもそも認証制度について知っている人が少なかったからです。販売者の認証制度に対する認知度が低いため、提携を取る業者が少なく、メル認証商品を取り扱っていても、消費者は気づくことができません。よって認知度が低くなっていると考えました。そこで私たちは実際に認証制度に携わっている人に認証制度についてどのような考えを持っているのか聞きたいと考えました。認証を受ける側の意見として、実際に MSC 認証とメル認証を取得されている株式会社うすふく本店社長の臼井さんにお話を伺いました。お話を伺って分かったことは、利用者の方々が認証制度に大きなメリットをあまり感じていないため、高額な費用を要する認証の取得に積極的に参加していないということです。臼井さんが認証を取得する際に、
周りの漁業者の方々に一緒に認証を取得しないかとお声掛けをしたそうですが、断られてしまったそうです。その背景には、日本国内では海外と比べて消費者やマーケットでの意識が低く、認証に価値を感じないことがあります。このため認証を取らない漁業者の方々が多くを占めています。次に認証を認める側の意見として、水産庁の吉川さんと高市さんに Zoom でのオンライン意見交換会を通してお話を伺いました。認証の取得をするのにお金がかかるのは、認証を PR したり認証の取得をお手伝いしたりというのが主な理由だそうです。しかし海洋環境を守るということが目標の認証を民間の企業が多額のお金を払って取得してもらっているという現状に、水産庁側もおかしいと感じているそうです。そこでしょうがないと満足するのではなく、できるだけ漁業者の方々に負担のかけない認証の取得を目指していきたいとおっしゃっていました。また海外では魚を食べる頻度が少ないため、商品を選ぶ際に認証などに気をつける人が多いですが、日本では魚を食べる人が多いため、認証よりも価格の安さなどが重要視されがちというお話も伺いました。どちらの意見も聞いて、私たちは認証がもっと日本人に浸透するといいなと思いました。以上の調査から、消費者が認証について知る機会が少ないため、認証について知らなかったり、認証制度にお金を払うほどの価値を感じていない人が多く、認証を取らない漁業者が多くを占めているということを学びました。認証を取らなければ日本の漁業が抱える問題を解決するということができません。そこで消費者側である私たちの認証への意識が、認証を取得している商品にお金を払うほど高まり、魚を買うときに認証を意識するということで、さらに漁業者が認証を取得しようとする動きが増えるのではないかと考えます。そして漁業者がこれまで以上に資源管理や環境保全への取り組みを強化するということで、生態系を守ることができ、持続可能な漁業になっていきます。漁業が盛んになるということで、漁業関係者が増え、日本の漁業が抱える問題の解決につながります。そして世界規模で抱える漁業の問題の解決のための一歩になるとも考えます。これらのことを実現するために、消費者の認証への認知度を高める必要があると考えました。そこで私たちが考えた3つの解決策を提案します。1つ目は、すでに認証制度と提携をしている販売業者の方にもっと目立つように認証の受けた商品を販売してもらうということです。私たちがすでに認証制度と提携をしているスーパーマーケットへ訪れたところ、認証のついた商品を見つけることができませんでした。このままでは消費者が買いたいと思っていても見つけることができず、買うこともできません。2つ目は、認証を受けた商品を進んで買うということです。以前、魚食普及推進センターの方の講演会をお聞きした際に、魚を進んで買うことによって販売業者の方々が魚をより多く品出しし、魚食の普及につながるということを学びました。認証を受けた商品も同様に、たくさんの人が買えばスーパーに広くたくさん普及していくと考えます。これらのことが認証の認知度を高めるための解決策につながると考えます。3つ目は、授業で認証や海の持続可能性に関する内容を入れるということです。私たち学生は日々の学習からさまざまな社会問題について学んでいます。例えばフェアトレードや絶滅危惧種など、授業で学んで興味を持つことが多くありました。このことからも、このテーマで授業を扱うことで、若い世代への認証制度への認知度は格段に高まると考えます。また、このテーマを授業で取り扱い続けることで、
若い世代だけでなく幅広い世代にも知ってもらうことができると考えました。これら3つの解決策を行うことで、これまで以上に認証をしてもらうきっかけが増えていくのではないかと考えます。また、認証に対する価値観が変わり、認証を意識できる生活になっていくのではないかとも思いました。ですので、これからの日本の漁業のために、認証は必要不可欠なものであり、認証を広めるための活動も必要です。魚を取る漁業者の方たちがいなくなれば、魚の値段が跳ね上がるだけではなく、魚そのものを食べれなくなるという可能性さえあります。ぜひ皆さんもこれからの漁業や海のために認証を受けた商品を選んで買ってみてください。今回の発表では、水産庁の皆様、株式会社うすふ本店社長の臼井様、コモディ飯田中村橋店様にご協力いただきましたことを心より感謝申し上げます。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。皆さん、認証制度の課題や大切さについて理解は深まりましたでしょうか。これで学術探究の日本語の発表を終了させていただきます。続きまして英語で発表します。Now we will present our research to you in English. Hello everyone, I'm Yui, and this is my teammate. I'm Yo. We are from Fujimi High School. So today, we'll talk about our research on ocean conservation and sustainable use of marine resources. The ocean is very important to our lives, but it is facing serious problems. In our research, we focused on three main issues: marine pollution, climate change, and overfishing. We also looked into action taken around the world and in Japan. Lastly, we'll share our experience working with the NGO, Sailors for the Sea. To protect the ocean, we first need to understand the problem it faces. First, marine pollution. Most ocean pollution comes from plastic, especially from Southeast Asia, Africa, and South America. In the ocean, plastic breaks into tiny pieces called microplastics. These are less than 5 millimeters and stay in the ocean for a very long time. They harm sea animals and can end up in our food. Second, climate change. As global temperature rises, the ocean also gets warmer. Cold water fish, like salmon, move to cooler areas, while warm water fish, like yellowtail, spread more widely. Another problem is ocean acidification. As the ocean absorbs more CO2, it becomes more acidic. This damages coral and shellfish and affects fishing industry. Lastly, overfishing. Overfishing has reduced global fish stocks over the last 50 years. One cause is IUU fishing. Illegal, unreported, and unregulated, like smuggling eels or sea cucumbers. In 2015, about 1/3 of Japan's imported seafood
may have come from IUU sources. Also, subsidies are sometimes misused, making the problem worse. Countries like the US, UK, and the EU use vessel tracking and strict documentation systems to stop illegal fishing. These systems help monitor catches and protect fish stocks. We worked with Sailors for the Sea, an NGO from the US that promotes sustainable seafood. Its Japan branch started in 2011 and works with cities, companies, and schools. The main project is the Blue Seafood Guide, BSG. It's Japan's first science-based guide for sustainable seafood. Unlike Western guides that say don't eat this, BSG only lists seafood that meets sustainability standards. Its motto is delicious, fun, and eco-friendly. The BSG uses 4 criteria, including fish stock levels, environmental impact, fishery management, trusted certifications like MSC for wild fish and ASC for farmed fish. The guide also uses data from the US program Seafood Watch. Famous products like McDonald's filet fish and Hokkaido scraps are already certified. Getting certified adds value and helps producers sell their seafood worldwide. It also supports tourism and exports. But certification is expensive, about 5 million yen per year, so not many producers can afford it. The Blue Seafood Guide helps make sustainable seafood more accessible to both producers and consumers. Blue Seafood lets us enjoy great tasting fish while protecting the ocean. Choosing certified products helps stop IUU fishing, support responsible production, and protect sea life. Awareness and availability are still low, but they are improving. Our team hopes this work encourages more people to choose sustainable seafood and help protect our oceans. Thank you for listening. Hello everyone, my name is Ellie, and this is Aoi. We are from Fujimi Senior High School. We are in 2nd grade. Today, we are going to talk about how to save the ocean with certification. Japan's fishing industry is facing big challenges. Many fishers are getting older, wages are low, and young people aren't eating much fish anymore. At our school, we did a survey on food preferences. Over twice as many students preferred meat over fish. More than 60% said they eat fish only once or twice a week. We also spoke with the fisheries agency. They say it's getting harder to keep a steady supply of seafood, and that better resource management is needed. Without changes, the fishing industry may keep shrinking. One idea to help is using a certification system that supports sustainable fishing. We focused on MEL, Marine Eco Label, Japan's own eco label for sustainable fishing. MEL follows global rules, but also respects Japan's fishing traditions. It checks if fisheries protect the environment and use resources responsibly. Some companies, like Ito-Yokado and Nissui, already sell MEL certified products.
If more people buy certified fish, it helps responsible fishers and protect ocean life. Sadly, not many people know about MEL. In our school survey, only 12.6% had heard of it, and only 1% cared about certification when buying fish. Most people focused on price and freshness instead. We visited supermarkets and found that certified fish was sometimes sold, but the labels were hard to see. Even people who want to support sustainable fishing might miss them. We try to promote MEL certified yellowtail with a poster, but stores can't display them unless they officially partner with MEL. We asked for other supermarkets, but none of the staff knew what MEL was. This showed us that both shoppers and sellers need more awareness. We interviewed Mr. Usui, the CEO of Usufuku Honten, who got MSC certification. He asked other fishers to join, but many said no. In the US and Europe, customers pay more for certified seafood. But in Japan, most people don't care and prices don't go up. He got certified for two reasons: to stand against illegal fishing and because the Tokyo Olympics asked for it. But he also said certification is expensive. Officials from fisheries agencies agreed they are trying to lower costs and promote MEL both in Japan and overseas. But since MEL is unique to Japan, it's hard to use globally. Many people don't understand certification, so they don't buy certified fish, then fishers don't see any benefit, and fear gets certified. But this cycle must change for the industry to grow sustainably. We suggest 3 things. Number 1, make label easy to find. Supermarkets should clearly label certified seafood. Number 2, buy certified fish. Choosing certified products supports sustainable fishing. Number 3, teach it in schools. Just like we learn about fair trade, we should learn about ocean sustainability too. Certification can protect the ocean and support Japan's fishing industry. But it only works if people know about it and choose certified fish. Next time you shop, look for the labels. Your choice matters. We hope you enjoyed our presentation. Thank you.これで学術探究のすべての発表を終了させていただきます。続いては課題探究に移らせていただきます。まずは東京都の取り組みの一つであるブルーシーフードについての発表です。タイトルはおいしい未来を生きるために東京都のブルーシーフードについてです。チームの皆さん、発表お願いします。皆さんこんにちは。私たちは富士見中学高等学校高校1年生の大野木と樋口です。本日はブルーシーフードの皆様にブルーシーフードについてご説明いたします。今回ブルーシーフードについて調べるにあたって東京都産業労働局農林水産部水産課の藤井様と渡辺様にインタビューさせていただきました。
まずはじめにブルーシーフードとは何なのかご説明いたします。ブルーシーフードとは水産量が豊富で生態系を守りつつ資源管理の整った漁業で取られた持続可能な水産物のことです。皆さんご存知でしたか？メカジキやマグロ、カツオなどは皆さんも耳にしたことがあると思います。なんとこれらの魚はすべてブルーシーフードであり、しかも東京で取れるんです。東京ではこのようなブルーシーフードが6種類取れます。皆さんも意外と有名な魚が多いと思いませんか？私たちも今までこのような魚がブルーシーフードとは知らず、とっても驚きました。また、なんと東京の豊洲市場でもカツオやタラバガニ、ブリやアサリなどの有名なブルーシーフードをたくさん買うことができます。その数はなんと約40種類もあります。もしかしたら皆さんが日々食べている魚はブルーシーフードかもしれません。もしも食卓やスーパーでブリやワカメを見つけたら、ブルーシーフードのことを思い出してみてください。では、こんなにも身近にブルーシーフードがあるにもかかわらず、どうして私たちは今まで知らなかったのでしょうか？皆さんはなぜだと思いますか？私たちはブルーシーフードを知る機会が少ないことが原因だと考えました。ここでは東京都のブルーシーフードパートナーを集めてみました。ブルーシーフードパートナーとは、ブルーシーフードガイドの理念に賛同し、持続可能な水産物を積極的に取り扱う団体のことです。東京には何十万もの企業があるにもかかわらず、このように提携している企業はわずか20余りしかありません。今回、さまざまな地域にお住まいの方がいらっしゃいますが、ぜひ地元のブルーシーフードパートナーを調べてみてください。ブルーシーフードパートナーを増やすには、若い世代や子どもの関心が必要です。レストランやスーパーでブルーシーフードメニューを楽しんだり買ったりして、皆さんの積極的な行動がとても大切です。社会全体で企業や団体を応援していく雰囲気を作りましょう。また、子どもの頃からブルーシーフードに関わっていると、あまり食べない魚に対する抵抗がなくなり、将来のブルーシーフードの購買につながります。お祭りやイベントにはブルーシーフードに関連するお店も出店していることがあるので、お子様がいらっしゃる方はぜひ積極的に行ってみるのもいい経験になるかもしれません。ここでブルーシーフードを広めるために東京都が行っている活動を2つ紹介します。1つは希望する小中学校への出前授業です。ここでは東京産水産物の魅力や魚の重要性を子どもたちへ伝える活動をしています。2つ目は東京都庁の職員食堂でのブルーシーフードの提供です。この食堂は一般の人も利用できるため、都庁を訪れた際にブルーシーフードを知ってもらうことができます。また、東京では皆さんにより多くの水産物を消費してもらうために、さまざまな水産加工食品が生産されています。このような商品はすでに骨が取り除かれており、とても手軽に食べることができます。ブルーシーフードは先ほど紹介したように、私たちの身近な場所にたくさんあります。調査の一環として私たちは5つのスーパーに行っていました。
そしてどのスーパーにもブルーシーフードはたくさんありました。例えばブリやワカメ、アトランティックサーモンなどは私たちが行ったすべてのスーパーにありました。東京は6種類のブルーシーフードが取れるだけではなく、豊洲市場も近くにあるため、とてもブルーシーフードが手に入れやすいです。皆さんもふとした時にブルーシーフードを探してみてください。またブルーシーフードを探していた際、このようなラベル表記のある商品がどのスーパーでも売られていることに気がつきました。このラベルはどちらも海の持続可能性の向上に関わる認証マークです。これらはブルーシーフード以外の水産物にも表記されていることがあります。国民の8割以上が SNS を使う現在、料理が得意な人は作った食べ物を SNS に投稿することもとてもいいことだと考えます。そこで私たちはこのような例を作っていました。富士見のマスコットキャラクターである富士鹿が夜ご飯を作り、写真を掲載して投稿したというものです。ハッシュタグ今日の献立などとつけることで、魚を多く買う可能性のある普段料理をする人の目にも入りやすくなり、もっと多くの人に伝えることができるでしょう。結論として、ブルーシーフードを広めるためには、身近にあるブルーシーフードを少しずつでもいいから意識して買って食べてみることが大切です。私たちもこのプロジェクトを進めていく中で、スーパーや食卓でブルーシーフードを見つけたり、家族に話をしたりしてブルーシーフードの輪を広げていきました。今日万博に来て私たちの発表を聞いてくださっている皆様がこのことを思い出し、自ら行動を起こしていただけると幸いです。今回ご協力いただいた東京都庁の藤井様と渡辺様、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。大都会である東京にもブルーシーフードがたくさんあるので、私も探してみたいと思いました。突然ですが、皆さん未利用魚という言葉を聞いたことはありますか？未利用魚と呼ばれるお魚の活用について次のチームは発表します。タイトルは未利用魚の活用です。チームの皆さんお願いします。これから発表を始めます。富士見中学校高等学校から富士見中学校高等学校の長澤のこと知念亜美です。私たちのチームでは2つの企業の方と連携し、未利用魚の活用を通じた持続可能な水産業の実現に向け活動してきました。ご協力いただいたのは株式会社ベンナーズ様と有限会社正徳丸様です。現在世界ではさまざまな問題によって水産業の持続可能性が脅かされ続けています。漁獲量の変化に関わる問題としては、海水温の上昇、いわゆる海の温暖化が挙げられます。近年の海水温は上昇傾向にあり、これによって南に生息していた魚が北上することで漁獲量の変化につながっています。このような問題を解決するため、資源量が豊かな水産物を消費することで持続可能性を高めることを目的としたブルーシーフードというものがあります。実際に国連機関の FAO 国連食糧農業機関によると、世界中で将来的に漁獲が難しくなるとされている魚は全体の約 35%、日本では約 45% と言われています。未利用魚とは水揚げされたものの消費者や市場また漁業者の間で部分的にしか使われない魚や捨てられてしまう魚のことを指します。
日本では年間漁獲量の3割である約100万トンが未利用魚として捨てられてしまっています。名前に馴染みがない、見た目が悪い、また調理方法が周知されていないといった魚が未利用魚となりやすいです。また FAO 国連食糧農業機関によると、世界でも漁獲量の3割が未利用魚として捨てられてしまっているといいます。近年、未利用魚はさまざまな観点から注目されています。主な要因として、日本の水揚げ量、養殖生産量の減少が挙げられます。日本では排他的経済水域の設定や漁業環境の悪化、またマイワシの減少により、年々漁獲量が減り続けています。また、漁業関係者の高齢化や減少も要因の一つです。減少した水揚げ量を補える有効な手段として、未利用魚の活用に近年注目が集まっています。また、海外で魚介類の需要が上昇していることも原因の一つです。このグラフは、世界の魚介類の消費量の推移を表したものです。日本では所得が横ばいであるといった理由から、年々魚介類の消費量が減少しています。2011年には比較的安価な肉類の消費が魚介類の消費量を上回りました。一方で海外では魚介類の消費量が年々増加しています。海外での需要が増えたことで、日本の水産業を未利用魚の活用が後押しするのではないかと期待が集まっています。私たちは未利用魚への理解を深めるため、福岡県にある株式会社ベンナーズの方にお話を伺いました。ベンナーズさんでは、魚のサブスクリプションサービスフィシュルを開発し、全国から仕入れた旬の天然魚や未利用魚を使った商品を会員に届けています。フィシュルでは、魚に下味をつけるなど家庭で手軽に食べられる工夫や徹底した衛生管理を行うことで、鮮度の高い状態でお客さんに提供しています。これによって2020年のサービス開始からわずか3年間で未利用魚の活用が累計67トン以上になりました。フィシュルだけでなく、小学校での食育授業や大人をターゲットとした未利用魚の調理・試食を行うことで、幅広い世代の人々に対して日本の水産業について考える機会を作っています。また、ベンナーズ代表の井ノ口さんにお聞きしたところ、今後は現在フィシュルの利用が少ない30代男性商店を当てることや、京都にある外国人をターゲットとした限界丼の海外進出も見据えているそうです。また、自社工場の増設も決まっており、今後もさらなる未利用魚の活用が期待されています。次に、鹿児島県の漁師の方々で構成されている有限会社聖徳丸さんへインタビューを行いました。聖徳丸さんでは、実際に漁に出ながら今まで捨てられてしまっていた未利用魚を売り出しています。聖徳丸さんでは、地域全体を海と生きる町として再生していくために取り組みを行っています。また、鮮魚ボックスというその日取れた魚を消費者に届ける取り組みや、海の魚の住む環境の整備のため、海の藻場作り、イカの産卵場所作りなど、海の環境を守る取り組みもされています。さらに、今まで捨てられてしまうことが多かった未利用魚を廃棄せずにおいしく食べるために、梱包した魚種とおすすめの調理方法を記載した一覧表を同封するなどして、消費者が手軽においしく未利用魚を活用できるような取り組みをされています。私たちがベンナーズさんと聖徳丸さんのインタビューを通して得られたことは大きく分けて3つあります。1つ目は、消費者に興味を持ってもらうための工夫です。見た目が悪い魚でも美味しいということを伝えるため、レシピや調理法を同封して発送したり、可愛らしいイラストの魚を外箱やステッカーにしたりという工夫があることが分かりました。2つ目は、環境保全をしていて感じることです。取材を行った聖徳丸の柳川さんによると、
少人数の人が環境保全をするのではなく、地球規模の問題は世界中の人々が取り組まないと効果がないと実感したそうです。3つ目は、私たち高校生でもできるということです。魚に興味を持って自分の好きな魚や有名な魚だけでなく、スーパーに並んでいる見たことのない魚も積極的に食べてみることが持続可能な水産業のために必要だと感じました。私たちはこれまでの活動を踏まえてこのような考察をしました。未利用魚は調理方法が周知されていない点が課題として挙げられるため、簡単なレシピの発信や地域全体を巻き込んだ海と生きるまちづくりをテーマにしたグルメイベントの開催なども期待されます。そして私たちにできることは SNS を通じた未利用魚の魅力の発信です。現在多くの人が国や地域に関係なくインスタ、X などの SNS を利用しています。ここに投稿すればより多くの人の目にとどまることができると考えました。漁業への関わり度合いに関係なく知名度を広めるために SNS を活用していくことが有効だと考えられます。他にもスーパーで普段見かけない魚を買ってみることもできます。スーパーでメジャーでない魚が売れなければ、スーパー側も仕入れを断念するため、未利用魚も需要があるということを商品を買うことで伝えるべきだと考えました。そこで私は実際に未利用魚はスーパーで売られているのか調べるため、近所のスーパー8店舗を回ってみました。その結果、未利用魚が売られていたのは8店舗中1店舗で、ホウボウという魚が売られていました。ホウボウは未利用魚なのかと思った方いらっしゃいますか？私たちが調べてみたところ、ホウボウは海辺の地域で食べられることもあるそうです。このような地元でしか食べられない魚のことを地魚と言います。一方で未利用魚とは見た目が悪いといった理由から本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう魚のことを指します。ホウボウはよく言えば地魚ですが、見方を変えると未利用魚ということもできます。こちらをご覧ください。スーパーでは鮭やサンマ、またアナゴ、そしてチャーカットやバサフューレといった海外の魚も輸入され、多くの店頭に並んでいました。ですが未利用魚は1店舗でしか売られておらず、未利用魚を広める難しさを実感しました。参考文献はこちらです。最後にここまで活動してきたチームメンバーの紹介です。中学3年生から高校2年生までの10名の有志で構成されています。またご協力いただきました株式会社ベンナーズの皆様、有限会社聖徳丸の皆様に心より感謝申し上げます。以上で発表終わります。ご清聴ありがとうございました。普段は捨てられてしまうような未利用魚を食することで、環境問題にもフードロスにも貢献できるというのはとても素晴らしいことですね。3つ目の発表は、レストランなどの選び方で消費者である皆さんも環境問題に貢献できるというお話です。タイトルは持続可能なレストラン選びです。チームの皆さん、発表お願いします。こんにちは。富士見中学校高等学校高校1年の荒木と羊です。私たちのグループは持続可能なレストラン選びについて考えました。皆さんは身近なレストランがどのように環境に配慮しているか知っていますか？私たちはそんなレストラン側からの取り組みを調べ、そこから私たちができることについて考えました。私たちは食のサステナビリティについて調べている中で、食を提供する側であるレストランや飲食店がどのような取り組みをしているのかについて関心を持ちました。そこで日本サステイナブルレストラン協会の存在を知り、
7月の下旬に代表理事である下田屋さんにインタビューをさせていただき、日本のレストラン業界のサステナビリティに対する取り組みについてお話を聞かせていただきました。そこから私たちは日本の持続可能な飲食業界の在り方について、食を提供するレストラン側の観点から考えました。インタビューの中で日本サステイナブルレストラン協会が行っている活動の一つとして表彰制度というものがあることを知りました。表彰制度はサステナビリティに優れた取り組みを行ったレストランを表彰する制度で、日本サステイナブルレストラン協会では調達、社会、環境の3つの指針に基づいて高い評価を得たレストランが表彰されています。また、こうした取り組みは日本国内だけではなく海外でも行われています。このお店は2022年世界のベストレストラン50でサステナブルレストラン賞を受賞したスペインのレストランアポニエンテです。2007年にオープンして以来、40種類以上の海産の食材を使い、魚、タンパク質で作られたソーセージの開発、海洋由来の蜂蜜の生産などの取り組みを行っています。私たちはこれらの調査結果を踏まえ、一般消費者としてではなく、食を提供する事業者として海の環境保護にどのように貢献しているのかを考えました。その結果、認証品や環境に配慮した食材を用いたメニューを提供することで、消費者を啓発し、持続可能な環境を作る活動を広めているという答えに至りました。しかし、インタビューの中で下田屋さんは、実際はこのような活動は知名度が低く、活動を行っているレストランも少数にとどまっているため、現状は大きく変わらないとおっしゃっていました。そこで私たちはどうして知名度が上がらないのかを疑問に思い、下田屋さんの話の内容を踏まえた上で、富士見中学校高等学校の全校生徒にアンケートを実施したところ、回答率はおよそ 32% で、約500件の回答を得ることができました。アンケートの中で、はじめに、あなたはサステナビリティという言葉の意味を知っていますかと質問したところ、知っていたという人が 61.4% で、サステナビリティという言葉の認知は高いことが分かりました。サステナビリティとは持続可能性を意味し、自然環境や社会、健康、経済などが将来にわたって現在の価値を失うことなく続くことを目指す考え方を示します。次に、値段、メニューや雰囲気、味、客層、エコフレンドリーさ、口コミの要素の中で、あなたがレストランを選ぶ際に最も重視するポイントを一つだけ選んでくださいという質問もしましたが、エコフレンドリーさを選ぶ人は多くはない結果となりました。環境や人に配慮した食材を使ったり、環境に配慮したレストランに対して通常より高い価格でも利用したいと思いますかという質問をしたところ、そう思うと答えた人は 37.3% で、同様に多くはないことが分かりました。アンケートの結果から、対象となった生徒たちがサステナビリティという言葉の意味をある程度知っている一方で、実際にレストランを選ぶ際には料理の味や雰囲気といった要素を優先していることが分かります。環境に配慮しているお店を選びたいという気持ちはあっても、そのために値段が高くなることにはあまり前向きではない人が多いという傾向も読み取れます。また、中高生はお小遣いなどが決まっていて、自由に使えるお金に制限がある中での回答だったことも影響していると考えられます。このように私たちは持続可能なレストランを選ぶことが私たち高校生にもできる社会貢献になると考えて学びを行ってきましたが、現状は課題が多くありました。例えば持続可能なレストランは一般的に認知度が低く価格も高めです。実際私たちが調べた環境に配慮した取り組みを行っているイタリアンレストランでは、ピザの値段が一般の宅配ピザの値段の2倍近くするメニューもありました。しかし、もし私たち消費者が環境に配慮したレストランを選ぶという意識を持てば、レストラン側も少しずつ対応し、いずれ価格も下がって持続可能な選択が当たり前になるはずです。
そこで私たちは高校生だからこそできる3つのアクションを考えました。1つ目は小学校への出前授業です。小学生のうちから安全で環境に優しい食材を選ぶ大切さを伝える授業を行いたいと考えています。小さな頃からその考えを知ることで、自然と環境に配慮した食材やレストランに関心が向きます。また、子どもから親への働きかけも期待できます。次に2つ目は学校新聞での情報発信です。今回の万博の学びを通して私たちは環境問題について知り、普段の生活でも環境認証マークがついた商品を選んだり、レストランの取り組みに注目するようになりました。この知ることが私たちにできる最大の貢献だと感じています。だからこそ多くの人に環境に配慮した食材やレストランの選び方を知ってもらいたい。そこで私たちの学びを学校新聞で発信していきたいと考えています。最後に3つ目は地域の環境に優しいレストランマップの作成です。私たちは学ぶ中で環境に配慮したレストランがどこにあるのか分かりにくいという課題に気がつきました。実際には自分たちの家の近くにもそういったレストランはありました。だからこそそれを見える化したいと考えました。具体的には地域ごとに環境に優しいレストランをまとめたマップを作成し、そのマップをレストランにも置いてもらいます。これによって他にも環境に配慮したレストランがあることを知ってもらえたり、まだ取り組んでいないお店にもやってみようかなと思ってもらえるのではないかと期待しています。また、あまり知られていない環境に配慮した取り組みを行っているレストラン以外にもだけではなく、実際には日々多くの人が利用する身近なレストランにも環境に配慮したメニューを提供しているレストランがあります。例としてマクドナルドのフィレオフィッシュやデニーズの焼き鮭朝食が挙げられます。フィレオフィッシュには漁業資源の持続可能性に配慮し、限られた海で採れたスケソウダラのみを使用されており、焼き鮭朝食にはブルーシーフードと呼ばれる資源量が豊かで生態系を守りつつ管理体制の整った水産物に認定された鮭が使われています。また、一つのメニューに限らず提供する食材に環境に配慮したものを使用しているレストランもあります。IKEA が提供する食材はすべて環境に配慮した方法で調達されており、中でもサーモンなどのシーフードは認証を受け、責任を持って養殖されたもののみを仕入れられています。また、スシローでは水産資源を無駄なく大切に使う取り組みを行っており、今回万博に出展中のスシロー未来型万博展では提供されるすべてのネタに養殖で採れた魚が使われています。私たち高校生には大きな力はないかもしれません。しかし、気づくこと、選ぶこと、伝えることはできます。小さな行動の積み重ねが社会を変えるきっかけになると信じて、これからも行動していきたいと思います。参考文献は以下の通りです。最後にこのプレゼンテーションへの取り組みを行ったメンバーになります。高校1年生の有志12名で構成されています。また、ご協力いただいた日本サステイナブルレストラン協会の下手屋様、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。環境に配慮したレストランを選ぶことと、その取り組みをすることが消費者にとって大事だと思いました。次は課題発表の最後のチームです。魚をより消費することで環境に貢献しようというテーマです。タイトルは魚を食べる、その一皿が未来を変えるです。発表の皆さん、お願いします。こんにちは。富士見中学校高等学校1年の重信咲と清水真由です。これから私たちの発表を始めさせていただきます。私たちは海に関するさまざまな問題についてこれまで多くの議論を交わしてきました。魚食普及推進センターの早竹さんのセミナーにも参加しました。そこで自分たちの普段の食生活が漁業や魚食の将来に大きな影響を与える可能性があることを知り、
魚の消費に着目して探求することにしました。魚の消費量は魚の需要と常に連動しています。消費量が減ることで日本の漁食文化の衰退、漁業水産業界の衰退、食料自給率低下を招いていると考えられます。まずはじめに日本の現状についてお話しします。左のグラフは世界主要国地域の1人当たりの食用魚介類の年間消費量を表しています。日本はお寿司など魚料理が有名ですが、2000年に入り消費量は大きく減少しています。右は国ごとの年間消費量です。2011年の数値ですが、消費量の世界一はモルディブになっています。モルディブは海に囲まれており、食肉の生産が難しいため、魚が古くからタンパク源として食べられてきていることから消費が多いと推測できます。このように各国の事情は様々です。こちらのグラフを見てください。このグラフは食用魚介類および肉類1人1年あたりの消費量と1人1日あたりのタンパク質消費量の推移を表しています。このグラフより魚の消費量が年々減り、肉の消費量が増えていて、タンパク質の摂取量はあまり変化していないことから、魚の消費の減少分を肉や他の食品で補っているとわかると思います。このグラフは漁業・養殖業の生産推移を表しています。これより消費量だけでなく漁獲量も1990年から減少している傾向があることがわかります。日本の現状を知った私たちは、魚の消費量が減る原因を挙げることで逆算的に需要量減少の問題を解決できるのではないかと考えました。日本の魚の消費量減少の原因は大きく分けて、食生活の変化、環境問題、価格の上昇に分けられます。今からこの3つについて説明します。はじめに食生活の変化についてです。魚食普及推進センターの早竹さんにインタビューをして伺ったお話によると、早竹さんが小学生だった頃は魚はよく食べられていて、また専業主婦が多かったことから家庭では魚料理はよく食べられていたそうです。今は共働きの世帯が多く、手間と時間のかかる魚料理はどんどん作られなくなっています。そしてその家庭で育った子どもは魚を食べるきっかけを失い、ますます魚が食べられなくなっています。このように生活スタイルが変化したことにより、家庭で魚料理を作る機会が減ったことで魚と関わりづらくなり、消費量が減少していると考えられます。2つ目は環境問題についてです。海水温の上昇は魚の分布や漁獲量に大きな影響を与えます。特に日本では海水温の上昇が世界の平均よりも早く、全国各地で海洋の砂漠化や磯焼けと呼ばれる、すなわち海藻がなくなる現象も進んでいて、海藻を食べる魚やウニの増加、水温上昇、栄養不足などさまざまな問題が複合的に起こっています。3つ目は価格の上昇についてです。はじめに円安の影響です。日本は多くの魚介類を輸入しており、円安はこれらの商品の輸入コストを押し上げています。漁業者や養殖業者にとって影響があり、これらのコスト増加は魚の価格に反映され、消費者にも影響を与えています。そして次に漁獲量の減少についてですが、乱獲や気候変動などの影響により世界の水産資源は減少しています。漁獲量の減少は必然的に価格の上昇につながっていきます。このように日本における魚の消費量減少にはさまざまな原因があることが分かったと思います。そこで私たちは課題解決には、より多くの人に魚に対する興味を持ってもらう
ということから始めるのが良いと考えました。魚に興味を持つと、魚をおいしく、そして無駄なく食べる方法を知ろうと、より多くの人が調べるようになるでしょう。魚を無駄なく食べる方法を知ることで、フードロスが減り、より地球に対してエコになる人が増え、現在の地球の海洋問題解決にもつながると考えます。そして魚を買う機会が増え、より漁業産業にお金が回るようになります。そのお金は漁業関係者の生計を立てるのに役立ち、日本の漁業が守られることにもつながると考えました。また、魚を通じて他の国や地域の郷土的な魚の料理について理解を深めることもできるでしょう。そこで私たちは課題解決には家庭科で学んだ食育が活かせるのではないかと考えました。食育というのは生きる上での基本であって、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を送ることができる人間を育てるというものです。具体的な取り組み例としては、買い出しや料理の手伝い、料理実習や農業体験といった身近なものから地域全体で取り組まれているものまで多岐にわたります。課題を解決するためには、先ほど紹介した食育のほかに、冷凍食品や時短になる商品の取り扱いを増やすことで、調理にかかる時間を少なくしたり、学校などで魚を取り扱ってもらうことが効果的なのではないかと考えました。また、子どもに食育をして将来につなげられるようにすることも効果的ではないかと考えました。この方はインタビューをした魚食普及推進センターの早武さんです。今年の夏休みに私たちが事前に考えた数多くの質問にご返答いただきました。魚食普及推進センターでは、水産業の発展を目指し、魚の消費を広げるためのさまざまなプログラムが行われています。小学校を対象とした出前授業では、タッチプールや直接鮮魚に触れる体験、さらには料理教室といった多彩なプログラムを実施されています。この授業を通じて子どもたちは魚や海洋に対する関心を深めたり、魚を通じて命をいただくことの大切さを学ぶことが期待されています。こちらの塗り絵は色を塗るだけでなく、魚の名前や特徴といった新しい知識を取り入れることができるような工夫が施されています。これらの取り組みも食育の一環であるということができるでしょう。魚食普及推進センターのホームページは年間約500万回のアクセスがあります。身近にできる魚さばきを伝えたり、匂いや面倒くささをアレンジし、失敗談を大人に向けて語っています。それぞれの季節によって異なるレシピも数多く用意されています。今では消費も需要も年々減少してしまっている魚ですが、昔から日本の食文化には必要不可欠です。さらに栄養価も高いです。このおいしい魚の消費に貢献できるよう、家族と一緒に新しい献立を考えてみたり、レシピを考えてみたりと、私たちができることを一つ一つ始めていくのが良いと考えました。魚を食べる、その一皿が未来を変える。あなたの行動で明るい未来を一緒に作っていきましょう。参考文献はこちらです。こちらが私たちのメンバーです。最後になりますが、今回たくさんご協力くださった一般社団法人大日本水産会魚食普及推進センターの早武様、本当にありがとうございました。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
私も魚を食べる機会が少ないので、これからの環境や水産業のためにももっと食べたいと思いました。続きまして実践探究に移らせていただきます。生徒たちが4つの厳しい条件のもと献立を作り調理しました。その条件はブルーシーフードを使うこと、練馬区の特産品を使うこと、栄養バランスがいいこと、限られた予算内に1食を作ることです。今回の万博では校内のコンテストで勝ち抜いた2チームによる発表です。最初のチームのタイトルは残暑を筋肉で吹っ飛ばセットです。発表の皆さんお願いします。こんにちは。東京都練馬区にある富士見中学校から参りました中学校3年生の浅見と坂田と赤澤です。私たちの献立名は残暑を筋肉で吹っ飛ばセットです。おいしいものがあふれる秋、素晴らしい季節です。ですが寒暖差で体調を崩しやすい季節でもあります。しかしそんなことには負けない私たちの味方、筋肉をよりパワーアップさせる献立を提案します。この献立を食べてより充実した秋を過ごしましょう。最近皆さんの地元でフィットネスジムが増えていませんか？筋肉をつけたい、美しくなりたい、それは年齢を問わず誰しもが思うからです。そこで美と健康を保つ筋肉が作れることを軸に栄養バランスや彩りにも工夫したとても良い献立となっています。まずはじめに栄養バランスについての説明です。こちらのグラフをご覧ください。筋肉を作るタンパク質、汗で流れやすいビタミン C、カルシウム、鉄、腸内環境を整え元気を作る食物繊維をバランスよく摂取できるように工夫しました。また減塩をするため、そしてさっぱりいただくためにお酢を多く使用しました。お酢には疲労回復効果もあります。そのため疲れがたまりやすい季節の変わり目にぴったりです。次に私たちが使用したブルーシーフードについてご紹介します。ブルーシーフードとは資源量、管理体制、生態系への影響を科学的に評価し選定された魚介類のことです。私たちが使用したブルーシーフードは2つあります。1つ目はカツオです。皆さんにとってカツオはどんな魚ですか？私たちにとってカツオはヒーローのような魚です。カツオならマグロでもいいかなと思った方がいるかもしれません。しかしそんなことはありません。カツオはマグロよりも豊かなタンパク質で、皆さんが鍛えた筋肉をより強く大きくしてくれます。さらに血行を促進し、疲れてしまった筋肉も癒してくれます。血合いにも多くの栄養素が含まれています。調理面ではカツオは大きい魚のため、骨が少なく調理に自信がないという方にも挑戦しやすい魚です。また私たちがカツオを選んだ理由はもう一つあります。カツオはマグロと比べ資源量が多く供給量が安定しています。そのため低価格で手に取りやすい魚です。あふれる魅力を持つカツオ、ぜひ多くの人に味わってほしいです。2つ目はわかめです。わかめは海藻の代表格。日本では定番のブルーシーフードですね。ですが海外では食されることが少なく人気も低いということを知りました。同時にわかめはあふれる魅力を持つ海藻であるということも知れました。日焼けを防ぐフロロタンニン、わかめの免疫力を上げる不根台、食物繊維は腸を整えてくれます。さらに
皆さん、筋トレすると汗をたくさんかきますよね。わかめは汗で流れてしまうビタミン、ミネラルを補ってくれるんです。さらにカロリーも低いので筋トレにはもってこいの食材です。私たちの献立を通し、この魅力が海を越えて伝わっていってほしい、そう思いました。次に私たちの学校がある練馬区の野菜について紹介します。1つ目は真っ赤で美味しいトマトです。トマトは汗で流れやすい栄養素を多く含み、水分量が多い残暑にぴったりの野菜です。2つ目はビタミン E 量が多いさつまいもです。これはカツオにはない食物繊維を含んでおり、カツオとの相性も抜群です。またさつまいもの皮は豊富な栄養素の隠れ宝庫なんです。皮には実の約5倍の濃度のカルシウムが存在しています。料理に鮮やかな紫色を添えるさつまいもの皮、注目するしかありません。3つ目は人参です。人参は何といってもビタミン A、秋、冬が旬の野菜です。ビタミン A は目や皮膚の粘膜の健康を保つ働きがあります。4つ目はナスです。ナスは暑さで流れてしまう水溶性の栄養素をまんべんなく含む栄養満点の野菜です。またわかめに比べてカリウムを多く含んでいます。カリウムには筋肉の収縮に必要不可欠な栄養素です。ここからは献立の詳しい説明をします。1品目はたっぷり秋野菜のかつお炒めです。かつおはうまみが強く濃厚で、そのまま食べると少し癖がありますよね。しかし苦みのあるピーマン、甘いさつまいもとシャキッとしたレンコンを合わせ、お酢でさっぱりと味付けして誰でも食べやすいように工夫しました。またかつおのビタミン B1 と香味野菜を一緒に摂ると吸収率が10倍になることを活用して、かつおの漬けだれには生姜、にんにくを使用しました。そしてかつおにはない栄養素である食物繊維、ビタミン C をさつまいも、ピーマンを加えることで補いました。そのためかつおの良さが引き立つ、あなたにぴったりの栄養満点な一品です。見てくださっている多くの方々に作っていただきたいので、調理の過程がよくわかる作り方動画を流します。ご覧ください。たっぷり秋野菜のかつお炒めの作り方。まずさつまいもを切り、レンジで柔らかくなるまで温めます。野菜はかつおと一緒に食べられるように少し小さめに切るのがポイントです。レンコンを切ります。そして水に浸します。次にかつおを一口大に切ります。臭みが出るお魚なので、生姜やにんにくを使った調味料で下味をしっかりつけます。10分経ったら水気を拭き取り、片栗粉をつけます。ピーマンを炒めます。ピーマンの鮮やかな色を保つために緑色の部分を下にします。かつおは焼きすぎず、表面に焼き色がついたらちょうど良いです。火が通りすぎないように一度取り出します。レンコンを炒めたら残りの食材をフライパンに入れます。最後にタレを入れ、具材に絡んだら完成です。2品目は水菜とトマトのさっぱりサラダです。わかめのコリコリ感と野菜のシャキシャキ感がたまりません。主菜にはカルシウムが不足していたため、カルシウムが豊富な水菜を使ったサラダを考えました。3品目は
なめこのとろり卵スープです。卵はその栄養価の高さから完全栄養食とも言われています。特に私たちのポイントである筋肉を作るタンパク質が豊富です。なめこのとろみも合わさり、寒暖差で食欲がないこの時期も食べやすいスープです。4品目はナスのすっきりごま味噌和えです。この料理はカツオのうまみが引き立つように、柔らかいナスに甘い風味があり、カルシウムを多く含むごま、コクがあり後味もある味噌を使用しました。味噌には体の調子を整える働きもあります。4ヶ月前、カツオをいかに美味しく食べるのか、中学生3人の挑戦が始まりました。ブルーシーフードの中からカツオを選び、野菜や味付けとの組み合わせを試作を通して何度も考えました。見た目や美味しさを優先すると栄養バランスが崩れ、その度調整する日々はとっても大変でした。それでも管理栄養士の方や先生方の温かいアドバイスで献立を完成させることができました。持続可能なお魚をいただくことは私たちの笑顔、そして地球の笑顔につながります。より良い未来のために私たちでブルーシーフードを使ったヘルシー料理を食べていきましょう。参考文献はこちらです。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。美味しい上にさらに筋肉もつく最強メニュー。お魚にはこんなにも魅力的な栄養素が含まれているんですね。続いてが最後のプレゼンテーションとなります。タイトルは海鮮たっぷり洋風ディナー、ツヤ髪ツヤ肌でスキピのハートを射止めたいです。チームの皆さん、発表お願いします。私たちは東京都の富士見高等学校から来ました。高校1年生の増井、根津、川本、伊藤です。これから私たちが考えた献立についての発表を始めます。献立名は海鮮たっぷり洋風ディナー、ツヤ髪ツヤ肌でスキピのハートを射止めたいです。私たちはこの献立を髪質や肌質に悩む10代20代の男女にお勧めしたいです。こちらの写真をご覧ください。主食、付け合わせを添えた主菜、副菜、スープの計4品です。私たちの献立の最大の特徴は、すべての料理にブルーシーフードが使われていることです。スープと主菜には鯛を、サラダにはわかめを、パンにはたらこを使用しました。次に献立の栄養バランスについてです。魚や野菜を存分に使っており、ヘルシーな献立となっています。私たちのテーマである美肌や美髪に効果のあるビタミン A やビタミン E が多く含まれている点が一番の特徴です。この献立ではヘルシーなだけでなく、野菜のシャキシャキ感や魚のしっとり感、鯛の皮のパリパリ感などのさまざまな食感を楽しめるのもポイントの一つです。次に私たちの調理風景を知ってもらうために、主菜のヨーグルトでしっとりタイグリルの作り方動画です。こちらをご覧ください。ヨーグルトでしっとりタイグリルの作り方。まずタイの骨を取ります。次にタイの皮を剥がします。タイを加熱します。加熱したタイにヨーグルトと調味料を混ぜたものをのせます。再び加熱します。次の
せの作り方です。まずさつまいもを柔らかくします。茹でたマカロニと合わせます。味付けを加えて混ぜます。盛り付けをしたら完成です。次に1品ずつの説明です。まず主催のヨーグルトでしっとりタイグリルは、ヨーグルトを使ってしっとりとした食感を生み出しつつ、レモン汁を用いて酸味を引き立てました。塩麹を加えることによって酸味をよりまろやかにし、より奥深い味に仕上げました。またタイとヨーグルトの色が似ていて境目が分かりにくいという課題がありましたが、ヨーグルトにパプリカ粉を加えることによって見た目をより鮮やかに工夫しました。次に付け合わせのさつまいもとマカロニのマスタード和えです。この料理はエネルギーをしっかり取れる上に簡単に作れます。最近では忙しい朝に手軽に食べられるヨーグルトが常に冷蔵庫に置いてあるというご家庭も多いのではないのでしょうか。そのような方にもこのレシピはおすすめです。副菜のタイの皮揚げとわかめサラダの紹介です。このサラダはタイの皮のサクサク感や塩気をサラダとしてはあまりない小松菜やパプリカと一緒に食べることによってより美味しさを感じることができる一品です。ドレッシングは洋風でかつ野菜とマッチするようにアレンジしてサラダと合わせました。このサラダは今回の料理の中では一番シンプルで簡単に作れるものなので、時短で肌に気を使ったサラダを食べたいという方に特にお勧めしたいです。スープはタイの洋風トマトあら汁です。このスープは私たちの学校の校長先生と理事長先生に好評で、私たちの一押しレシピです。和風のイメージのあら汁ですが、タイのあらはコンソメとよく合い、洋風の汁物としてもとっても美味しくいただけます。また最近ではタイのあらを簡単に手に入れることができ、私たちも学校の近くのスーパーで手に入れました。今回はスープにトマトと人参を使用したのですが、どんな野菜でも美味しく作ることができるので、野菜が中途半端に余ってしまった時などにぜひ作ってみていただきたいです。さらにタイのあらは出汁を取っただけでなく、あらについた身も使用したことで食品ロスを意識したスープになっています。主食のたらこフランスパンの紹介です。このメニューは焼いたフランスパンにたらことマヨネーズを混ぜたものを塗りトーストしたものです。このたらこフランスパンには工夫点が2つあります。1つ目はカリッとした食感を与えるために2度焼きをしたことです。そして2つ目はパンの上に潰したじゃがいもを引くことです。フランスパンはパン類の中では比較的炭水化物が少ないですが、潰したじゃがいもを引くことで炭水化物を補える上にたらこのしょっぱさを軽減してくれます。また手軽に作ることができるため、ちょっとしたおやつや忙しい毎朝の朝ごはんにも適しており、簡単にエネルギーを取ることができます。次に使用したブルーシーフードについてです。ブルーシーフードとは持続可能な水産物のことです。私たちが使用したブルーシーフードは主に3つあります。1つ目はマダイです。この魚を選んだ理由は1匹丸々料理に使えると考えたからです。またマダイにはビタミン C やビタミン E、ビタミン B2 など美しい髪や肌を作るのに欠かせない働きを持つ栄養素がたくさん含まれています。日本人にとってタイは祝い事に食べる習慣がありますが、タイの美味しさは和洋中のどの料理にも使うことができ、栄養も使い道も豊富な食材です。2つ目はわかめです。わかめはカロリーが低いのにビタミン A やフロロタンニンといった
美肌に役立つ栄養素や髪を健康に保つ要素をたっぷり含んでいます。そのためダイエットや美容に効果が期待できます。さらにわかめは光合成によって酸素を生み出したり小魚の住処になったりするので、海の環境に優しいというのも一つの魅力です。3つ目はたらこです。たらこはタンパク質が豊富で髪や乾燥肌に効果的です。他にもビタミン E やビタミン B2 も含まれており、小さくても栄養満点な食材です。次に使用した練馬区の特産品について説明します。ブルーシーフードに加え、私たちが在校している富士見高等学校がある練馬区の特産品を使用しました。使用したのは小松菜とトマトの2つです。1つ目の小松菜にはビタミン A、ビタミン C、鉄分などが含まれており、美肌・美髪効果が期待できます。また、鯛と小松菜を一緒に食べることで、鯛のビタミン D が小松菜のカルシウムの吸収を促進させ、健康な体を保つ手助けとなります。そのため、鯛の川揚げとわかめサラダに使用しました。2つ目のトマトには、ビタミンやリコピンなどが豊富に含まれており、特にビタミン C とリコピンは肌の健康や弾力を保ち、美肌効果が期待できます。さらにこれらの食材には抗酸化作用が高い栄養素が含まれているため、老化や疾患予防に役立ちます。私たちはこのような貴重な機会に魚の美容効果や健康効果、栄養素の役割などについて理解を深めることができ、とても有意義な学びとなりました。その反面、私たちの班は彩りの指摘や予算オーバーなど多くの課題があり、どのように工夫すれば解決できるか、たくさんの試行錯誤を重ねてきました。課題解決は大変でしたが、料理が美味しかった時は喜びがあふれました。私たちが本気で取り組んできたこの発表が少しでも皆様の心に届き、ブルーシーフードの認知度向上と環境改善につながりますように心から願っております。参考文献はこれらの通りです。この万博に行くために私たち2チームとともに頑張った中2から高2までの6つのチームを紹介します。またレシピの作成においてシダックス株式会社の管理栄養士の方に監修をしていただきました。この場を借りて感謝を申し上げます。ご清聴ありがとうございました。皆さんもぜひこれらのレシピを作ってみてください。これをもちまして生徒によるブルーシーフードについての学術探究、課題探究、ブルーシーフードによるメニュー作りの実践探究のすべての発表をシールさせていただきます。この万博の参加にあたり、セーラーズフォートシーサムをはじめ各企業様や団体の皆様には活動に関して多大なるご協力をいただいたこと、心より感謝申し上げます。また富士見中学校高等学校 PTA の皆様、同窓会の皆様のご支援のおかげでここまで発表を行うことができました。本当にありがとうございました。以上、富士見中学校高等学校からでした。ご清聴ありがとうございました。富士見中学校高等学校の皆様、ありがとうございました。
今日メニューを2点紹介していただきましたが、それ以外にもたくさんメニューを作っていただいておりますので、今日こちらでご紹介できてない分はこの QR コードをかざしていただければご覧いただけますので、ぜひご興味のある方はこちらお持ち帰りください。どうもありがとうございました。